はい、こんにちは。今日はね、拠点整備やっていきたいと思います。前回、要塞の一区画を制圧できたので、残りの区画を制圧するためにも、ここを新たに拠点として作業環境を整備したい。一口に整備といってもやりたいことがいろいろあるんだけど、とりあえず行ってみましょう。まず船に資材をいっぱい積んでるので、船をこの辺に持ってきたいんだけど、その辺にまだ敵がいて、多分ビームを食らうと一発で燃えちゃうので、あいつらを倒したいんだよね。ただ前回使った白光はダメージが蓄積してて、あと一発攻撃すると刀が折れそうなくらいギリギリの状態なので、まずは前回まで作業してた格納庫に補修材を取りに行きましょう。っていうか、通り道に補修材の材料であるイエロースライムの肉が転がってるので、こいつを拾っときましょうか。で、船はどの道あそこまで移動させるつもりなので、どうせだったら敵に狙われないあたりまで移動させといた方が良さそうですね。格納庫に置いてるもので必要そうなものを一通り積み込んで、充電の状態はほどほどなんだけど、とりあえず出発。陸地沿いに進むことになるので、ドローン発電もだいたい動くし、最悪動けなくなったところから上陸すればいいだけなんでね。ちなみにこれカメラが陸地からになってるんだけど、進行方向左手側がすぐ陸地っていう状態になってます。内陸は崖があったりして遠回りになってるんだけど、直線距離だとそんなに遠くないので、よし、新拠点が見えてきました。とりあえずこの辺なら安全圏かな。で、最初補修材を作ろうとした時にゴムの木がなかったから、わざわざ別の場所で育てたんだけど、この新拠点の近くにありました。これとスライムの肉で、よし。で、この刀がどのくらいピンチだったかというと、残り耐久度が10。補修材さえあれば一瞬で修理できますね。これで実質戦えるんだけど、軽量プラスチックも持ってきたので飾り付けもやり直してます。よし、かっこよくなった。格好が良くなっただけで、また一発食らったら壊れるんだけどねともかく行ってみましょう。もともと対ビーム兵器対策の装備なので、相手がドローン基地だと安心して戦えますね。さすがにノーダメージっていうほどの余裕はないんだけど、こいつは合金の柱に大ダメージを与える用の武器なので、細かい敵はともかくスポナーなんかは余裕で破壊できますね。よし、次は風力発電機。
ここまで綺麗な空振りってあるかな電池は欲しい素材なので、ここはリロードしてやり直しですね。よっしゃ。刀が折れましたね。前回の手応えからするとまだまだ戦えると思ってたので油断してたんだけど、一遍修理に戻った方が良かったかな。まあ拾って戦えば OK だし、むしろ今気づいたんだけど、ビーム砲みたいな小さいやつと戦うときは重量による大ダメージは必要ないので、武器を外してから戦う方が正解かもですね。よし、これで余計な敵がいなくなったので船を移動させときます。これで持ってきた荷物が使いやすくなりました。で、ここからは船に積んでた松ぼっくりを植えたり、近くに浮いてたブイを取りに行ったりして資材集めとかをやっていくんだけど、私がよく使う重要な素材のうちプラスチックとドローンがまだ入手できてないので、そいつを取りに行ってみましょう。まあ白光での試し切りの一環ではあるんだけど、これで旧型のドローン基地を破壊できれば今実装されてる敵の施設を一通りコンプリートしたことになりますね。と言いつつ、なんかうまく当たらないなと思いながら戦ってたんだけど、これ映像見たら刀をつける位置と角度がずれてますねさっき一遍折れた時に適当にくっつけてそのままにしてたみたいです。まあ気づかないまま戦ってるんだけど、ドローンは破壊してしまうとどんどん湧いてくるので、ビーム砲だけ破壊して無力化しときます。基地の壁は余裕で破壊できますね。で、ドローンスポナーは作業場所の近くにあった方が便利なので抱えて持っていきます。この辺の抱え方は黒崎ワークスさんの動画を参考にしてるので、まだご覧になられてない方はご参照ください。よし、これで向こうしばらく作業ができる環境が整ったかな。これ要塞のほんの一部を確保しただけとはいえ結構広いので、作業場所どこにしようか迷ってたんだけど、こっちの広い場所が作業もしやすそうなので基本こっちで作業するようにしましょうかね。で、これ後ろに太陽電池と LED の柱があって気になりつつも放置してたんだけど、近くに自爆ドローンがいるんだよね。これを取ろうとして近づくとギリギリ気づかれちゃうんだけど、なんとかならないかなあいつ。こうやって壁に物をくっつけたりすると壁に固定されたりしないかな。ダメか。壁の向こうでどうなってるのか。上から覗けるかな。まあ無事自爆してくれたのでこれでもいいんだけど、ちょっとやり直してこの棒で捕獲できるかな。お、なんか
へばりついてますね。このまま放置しといても良さそうなんだけど、何かの弾みで動き出されると厄介なので捕まえときましょうかね。こうして置いとけば簡単には動けないでしょ。こいつは自爆ドローンの特性を調べるためのサンプルとして遊べそうなので、また今度遊んでみます。ということで、まだ向こう半分を制圧できてないのでちょっと気が早いんだけど、こちらを第3本拠地として整備することができました。まあ作業場所として選ぶポイントとしては、程よい平地があるのと植物が一通り育つ環境だと遊びやすくなるかな。まあ人によって遊び方は変わると思うし、あえて不便な場所で生活するのも楽しかったりするので、いろいろと試してみるといいのではないでしょうか。ってところで終わるつもりだったんだけど、ちょっと想定外の問題があって、船を持ってきたあたりから画面がカクカクするんだよね。これ映像で見てると大してわかんないと思うんだけど、実際にプレイしてるとずっと地味にカクカクしてる感じで酔いそうなんだよね。以前からこの現象はあったので、多分船と飛行機で部品数が多くなってるせいだとは思うんだけど、シミュレーション距離とかの設定を変えても少し良くなったような気はするものの、解決はしなかったので、この際飛行機を分離して移動させときましょうかね。飛行機はバージョンアップでモーターの性能が変わったのを中途半端に調整してるせいでちょっとバランスが悪くなってるんだけど、なんとか飛べるかな。どのみち飛行機の出番も少し後で予定してるので、その時ちゃんと調整しましょうかね。ちなみにこの噴気口周辺が滑走路にちょうどいいところまでは目星をつけてたので、とりあえず飛ぶ予定の方向に向けて置いときます。これでカクカク現象が治ったかなと思って本拠地に戻ったんだけど、まだ若干カクカクしますね。まあかなりマシになったし、しばらく様子を見ながら遊びます。で、話を戻して、とりあえずこちらの第3本拠地、いずれはこの後ろの方に何か建造物を作ろうかなと思ってるんだけど、何にしてもまだあっちの方に敵が残ってるので、あいつらを倒してからですね。で、また新しい武装を思いついたので、そいつを試していきたい。ということで、次回は光爆式オーバーソウル黒ビナやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。